皆さん、こんにちは。中島です。今日も元気ですか？このビデオは N4 の聞き取り練習のためのビデオです。今日のテーマは食品工場の夜勤の仕事です。このビデオにはまだ知らない言葉や文法がたくさん出てくると思います。最後に出てきた文法をまとめて紹介しますね。今日のゲストは渡辺さんです。渡辺さんは食品工場で夜勤の仕事をしたことがあります。渡辺さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。少し緊張していますが、頑張ります。大丈夫ですよ。まず、どうして夜勤の仕事を選んだんですか？昼間は学校があったので、夜のアルバイトを探していました。友達が同じ工場で働いていて、紹介してくれました。友達からの紹介だと安心しますね。はい。でも、夜勤がどんな仕事か、最初はよくわかりませんでした。時給は良かったですか？はい。昼間のアルバイトより時給が高かったです。それも夜勤を選んだ理由の一つですね。そうです。お金を早く貯めたかったんです。応募する前は心配なことがありましたか？夜中に起きていることが自分にできるかどうか心配でした。生活のリズムが変わるのは大きな心配ですよね。面接はどうでしたか？面接は短かったです。健康かどうかと夜勤ができるかどうかを聞かれました。健康のことを聞かれるのは工場の仕事らしいですね。はい。次の週から働いてくださいと言われました。初めての夜勤の日のことを覚えていますか？よく覚えています。夜10時に工場に着いて、緊張していました。工場の中は明るくて、機械の音が大きかったです。夜なのに明るいというのは最初は不思議な感じですね。はい。昼と夜が逆になったみたいな感じでした。制服や道具の説明はありましたか？はい。白い服と帽子と手袋を着なければなりませんでした。アクセサリーは全部外さなければなりませんでした。食品工場ですから清潔さがとても大切なんですね。そうです。先輩が手をよく洗ってくださいと何度も言いました。工場の中はどんな場所でしたか？とても寒い部屋がありました。お弁当を作る材料を保存するためです。冷蔵室で働くのは想像するだけで寒そうですね。はい。最初は厚いジャケットを着ても寒かったです。具体的にどんな作業をしましたか？私の仕事は、ベルトコンベヤの前でお弁当の具材を並べることでした。流れてくる箱に、決まった量のおかずを入れていきます。スピードが速いと大変そうですね。そうです。最初は手が遅くて、よく止められました。先輩はどうやって教えてくれましたか？先輩がゆっくりやって見せてくれました。それから、一緒に練習しました。一緒に練習できる時間があったのは良かったですね。はい。1週間ぐらいで、少し早くできるようになりました。夜勤の時間はどんなスケジュールでしたか？夜10時から朝6時まででした。8時間の仕事です。
8時間経って作業するのは足にきますよね。はい。最初の1ヶ月は、毎日足が痛かったです。休憩はありましたか？ 2時頃に30分の休憩がありました。休憩室でお弁当を食べたり、少し寝たりしました。夜中の30分はとても短く感じそうですね。本当に短かったです。すぐ仕事に戻らなければなりませんでした。冷蔵室での仕事で大変だったことはありますか？手が冷たくなって、感覚がなくなることがありました。それは危ないですね。注意が必要ですね。はい。先輩に、時々、手を温めてくださいと言われました。安全のための決まりは他にもありましたか？はい。機械の近くでは、長い袖の服を気をつけなければなりませんでした。危ない経験をしたことはありますか？一度、袖が機械に少し引っかかったことがあります。すぐ手を引いて、大きな事故にはなりませんでした。それは怖い経験でしたね。その後、何か変わりましたか？はい。それから、もっと気をつけるようになりました。眠さとの戦いはどうでしたか？夜中の3時頃が一番眠かったです。その時、先輩がよく冷たい水を飲むように言ってくれました。小さな工夫が大きな助けになりますね。はい。それから、少し体を動かすことも効果がありました。夜勤の後、家に帰ってどうしましたか？朝ご飯を食べて、すぐ寝ました。昼間に寝るのは慣れるまで大変そうですね。そうです。外が明るいと、よく眠れませんでした。カーテンなどで対策しましたか？はい。厚いカーテンを買って、部屋を暗くしました。少しずつ生活に合わせて工夫したんですね。はい。1ヶ月ぐらいで、新しい生活に慣れてきました。一緒に働く人たちはどんな人でしたか？夜勤には、学生や外国から来た人もいました。いろいろな人と働けるのは面白いですね。休憩の時間に、みんなで話すのが楽しかったです。困った時、誰かに助けてもらいましたか？はい。いつも近くにいた先輩が、よく助けてくれました。作業が遅れている時は、何も言わずに手伝ってくれました。言葉がなくても気持ちが伝わる助けですね。はい。とても感謝しています。工場長や責任者の人とは話しましたか？はい。責任者の人が、毎晩みんなに仕事の説明をしてくれました。毎晩説明があるのは安心できますね。はい。その日に作るお弁当の数や種類がわかりました。忙しい日と忙しくない日はありましたか？はい。週末の前は、注文が多くて忙しかったです。需要が増える時期は体力も必要ですね。そうです。忙しい日は、時間がもっと早く過ぎる気がしました。工場の機械はよく動いていましたか？だいたい大丈夫でしたが、時々機械が止まることがありました。機械が止まった時、どうしましたか？すぐ責任者を呼んで、直してもらいました。
自分で直そうとしないのが安全のために大事ですね。はい。研修で機械には触らないように教わりました。仕事でミスをしたことはありますか？はい、あります。一度、おかずを入れすぎたことがあります。それは大変でしたね。どうなりましたか？その箱だけ別にしなければなりませんでした。先輩は怒らないで、次は気をつけてねと言ってくれました。優しい言葉ですね。それで安心できましたか？はい。怒られるかと思っていたので、ほっとしました。そのミスから何か学びましたか？はい。量を数えながら、ゆっくり作業するようになりました。速さより正確さを大事にしたんですね。そうです。正確にやれば、結局早くなることがわかりました。夜勤の仕事を始めてから体に変化はありましたか？最初は痩せましたが、だんだん体力がついてきました。体が仕事に合わせて変わっていったんですね。はい。今は、長時間経っていても、前より楽になりました。夜勤の仕事をしながら学校はどうでしたか？少し大変でしたが、休む日をうまく決めるようにしました。仕事と学校のバランスを取るのは簡単じゃないですね。そうです。でも、計画を立てれば、なんとかできました。夜勤の仲間とは仕事以外でも会いますか？はい。何人かとは、今でも一緒にご飯を食べに行きます。工場の外でも続く関係があるのはいいですね。ここで皆さんに質問です。皆さんは夜に働いたことがありますか？それとも夜働くのは大変だと思いますか？ぜひコメントで教えてください。それでは渡辺さんの話に戻りましょう。夜勤の仕事をしていて楽しかったことはありますか？はい。夜勤が終わった後、朝の空が綺麗で、よく見ていました。それは素敵な瞬間ですね。一日の終わりに特別な景色ですね。はい。仕事は大変でしたが、その景色を見ると、頑張ろうと思いました。夜勤の後、すぐ家に帰りましたか？だいたい帰りましたが、時々みんなで朝ご飯を食べに行きました。それも夜勤ならではの楽しみですね。はい。みんなで食べるご飯は、とても美味しく感じました。夜勤の仕事を通じて何か上手になったことはありますか？はい。手の動きがとても速くなりました。今は、目を見なくても、正しい量を入れられます。体で覚えたスキルというのはすごいですね。それから、日本語も少し上手になったと思います。工場でどんな日本語を覚えましたか？作業の名前や、機械の言葉をたくさん覚えました。それから、先輩との会話で、自然な日本語の言い方も学びました。教科書とは違う日本語を現場で覚えたんですね。はい。そういう日本語は、なかなか忘れません。これから夜勤の仕事をしたい人にアドバイスはありますか？はい。まず、体を大ごとにしてください。水をたくさん飲んで、休めるときはしっかり休んでください。健康が一番大切ですね。
それから、わからないことは、すぐ先輩に聞いてください。一人で悩まないことが大事ですね。はい。みんな最初はわからないことが多いですから。最後に夜勤の仕事をしてよかったと思いますか？はい。よかったと思います。大変なこともありましたが、体力と日本語の両方が伸びました。大変な経験が二つの力を一緒に育てたんですね。夜勤の仕事をする前と後で自分の考え方は変わりましたか？はい。前は、夜は寝る時間だと思っていました。でも、夜にも、たくさんの人が働いていることが分かりました。私たちが寝ている間にも社会は動いているんですね。はい。スーパーのお弁当が朝あるのは、夜勤の人がいるからです。そう考えると夜勤の仕事の意味がよくわかりますね。はい。今は、お店で見るお弁当を見ると、少し違う気持ちになります。友達や家族は夜勤の仕事について何か言いましたか？最初は、家族が心配していました。でも、私が元気に続けているのを見て、安心してくれました。自分の元気な姿が家族を安心させたんですね。はい。それが少し嬉しかったです。夜勤の仕事は今も続けていますか？今は、学校が忙しくなったので、お休みしています。でも、いつか戻りたいと思っていますか？はい。あの工場の人たちとは、まだ仲がいいので。夜勤の仕事は他のアルバイトと比べてどう違いますか？夜勤は、お客さんと話すことがあまりありません。でも、チームで一つの目標に向かって働く感じが強いです。接客とは違う種類のコミュニケーションがあるんですね。はい。言葉が少なくても、チームの気持ちがわかるようになりました。夜勤の仕事で印象に残っている一日はありますか？はい。お正月前の一番忙しい夜のことを覚えています。みんなで力を合わせて、無事に終わった時、本当に嬉しかったです。チームで乗り越えた経験は忘れられないですよね。はい。あの夜のことは、一生忘れないと思います。夜勤の仕事をして日本の生活について何か発見はありましたか？はい。便利な生活の裏には、いつも誰かの仕事があると気づきました。その気づきはすごく大切な発見ですね。はい。コンビニやスーパーに行くたびに、その仕事のことを考えるようになりました。これから夜勤の仕事をまた選ぶと思いますか？そうですね。状況によると思いますが、また選ぶかもしれません。良い経験だったからこそ、もう一度選べるんですね。はい。大変でしたが、それ以上に学んだことが多かったです。夜勤の仕事を考えている人に伝えたいことはありますか？はい。最初は大変かもしれませんが、慣れれば大丈夫です。自分のペースで、少しずつ慣れていってください。焦らないことが長く続けるコツなんですね。はい。私もそうやって、続けることができました。今日は本当にいろいろな話を聞かせてもらいました。こちらこそ、話せてよかったです。最後に
夜勤の仕事を一言で言うと、どんな仕事ですか？みんなが寝ている間に、誰かの朝を作る仕事だと思います。素敵な言葉ですね。誰かの朝のために、頑張る人がいる。渡辺さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今日の話はいかがでしたか？食品工場の夜勤には、教科書にはない生活のリズムや言葉がたくさんありましたね。さて、今日のビデオを見る前に文法を覚えていますか？このビデオに出てきた文法は何だったかコメントで書いてみてください。答えを言う前にぜひ自分で考えてみてくださいね。では、今日出てきた文法をまとめて紹介しますね。一つ目は、なければならないです。夜勤がある日は、早く寝なければなりません。二つ目は、ようになるです。だんだん作業が早くできるようになりました。三つ目は、過ぎるです。おかずを入れすぎたことがあります。四つ目は、たことがあるです。危ない経験をしたことがあります。五つ目は、安いです。正確にやれば、結局早くなるのように、慣れてやりやすくなる場面で使いましたね。六つ目は、です。正確にやれば、早くなることがわかりました。七つ目は、ながらです。量を数えながらゆっくり作業しました。八つ目はってくれるです。先輩がよく助けてくれました。九つ目はたらです。忙しい日が続いたら体力が必要になります。十つ目はってしまうです。最初は痩せてしまいましたが、だんだん体力がつきました。これらの文法を覚えておくと N4 の試験で役に立つと思います。まだ覚えていない文法があれば、もう一度ビデオを見て復習してくださいね。JLPT の試験に向けて一緒に頑張りましょう。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。気になった言葉や文法は何度も聞いてみてくださいね。夜勤の短い会話の中にも大切な日本語がたくさん入っていましたね。他のビデオもよかったらぜひ見てくださいね。それではまた次のビデオで会いましょう。